世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。योग माता भी आए हुए हैं. So today we are celebrating. Yeah, we flew from Dehradun to Varanasi, and then. कहने लगे हम जब पिंडारी जा रहे थे ग्लेशियर, हमसे एक व्यक्ति, कुछ लोगों ने कहा यहाँ एक बाबा हैं. Namaskar. I am coming from Tokyo. I am Japanese. I am hard worker. So this last very great temple. ヨグマたち、去年の11月のですね、ヨグマたちがインドに、行かれた際の映像をちょっと拝見しまして、皆さんがこうたくさん歓迎してくださってるシーンとかですね、あとはこう皆様こうヨグマたち頭を下げてシャクティバットをこう受けるシーンだったりですね、本当にこうヨグマたちがいやもう普段から感じてましたけど大聖者なんだっていうシーンを改めて拝見してですね、はい、とても興奮してるんですけども、あれはですねこうどういう日だったんでしょうか。いろいろな場面があると思うんですけれども、私は究極のサマディをしたのでね、それは仏教用語で言うと涅槃ということで、神と一体になり、神意識になったっていうことで、生き神様になったような感じで、大聖者ということでいいエネルギーになっているので、その皆さんはこう私のところにおいでになって祝福をいただきたいって、やはり私から何かいただくとかね、あるいは手をかざしていただくとかということでね、運命が変わるので、いい体験をしたなっていうことで、その記憶がね、いつも何か苦しい時があるとそういうことを思い出して、その祝福をいただいたっていうことで、その強いこの体験がね、なんか否定的な気持ちからパッと切り替わるっていうかね、気持ちが守られているんだなっていうことでハッピーになったり、すごく信仰的な気持ちでね、やはり神と一体になったっていうことで、すごく光の存在であるとかね、だから花びらをたくさん捧げたりね、すごく天国のようにね、そういう光に満ちて綺麗な色に満ちてね、でいろいろ苦しい暗闇から解放されてね、すごくみんなの気持ちがそうやって尊ぶ気持ちでね、感謝する気持ち、愛する気持ちで高揚するわけですよ。でいっぺんに幸せな気持ちになってね、日常的ないろいろな大変なこととかね、家族のいろいろな問題とか誰でもあると思うんですけれども、そうやって信じてで祝福をいただくことでね、すごく一緒にしてハッピーになれるので、そうやってすごく盛り上がってね、聖女に会えた聖女に会えたっていうことでね、でみんなワクワクしてね、行列に参加したりブレッシングを
いただいたり、まあそういうふうにね、私をインド中から訪ねておいでになるのね。だからそれすごく幸せで、まあそれをブレッシングをいただくっていうことで、その時にこうサレンダーっていうか、自分のこの人はこういうおばさんだとかいろいろ思わないでね、ただこう尊敬の気持ち、愛する気持ちでね、自分のこうエゴの気持ちを手放してね、自分も純粋になるとわーってこうブレッシングが起きるんですね。だから素晴らしいカルチャーだと思うんですね。でさらに自分は一体誰であるのかっていうのね。だから私たちは一体どこから来たのかっていう。で悟りって自分は一体誰なのか、自分は心なのか体なのか、まあそうやって真理を物事の本質を知っていくっていう、そういうインドのカルチャーにあるんですね。それを全てを作った存在っていうのがね、その源の存在がある。それは私たちの中にもあるって、それを悟っていくっていう。で悟りのカルチャーっていうのがインドにあるんですね。だからみんなその自分を清めてね、心を清めてガンジス川でこう水を浴びてね、罪の汚れを取って、で祈って神様に祈って、今日私はミステイクしました、お許しくださいって、これからちゃんとしていきますみたいなね、常に反省をして、また人に親切にしたりね、そうやって生きることがね、私たちをこう作っていくわけですよ。だから理想的な自分になりたいっていうことで、聖者っていうのが生まれてね、みんなスピリチュアル、精神性を磨いていくっていう。そのただ食べて寝てね、衣食住だけに一生懸命じゃなくて、人間的にいかに成長するかっていうことがそのインドのカルチャーの中にあって、誰の中にも大なり小なりいろいろな心、ネガティブな心もあるし、ポジティブな心もあるしね。でじゃあ心って何なのかって、で心を超えていくって、愛そのものになっていく、平和になっていく。でこう私たちの根源に何があるのかって悟っていくって、悟りのカルチャーになって、で悟られた聖者っていうのをすごく尊くね、こう本当にお会いしたいって合唱してね、でこうブレッシングをいただくとすごく早く幸せになるので、もうその聖者の行進っていうのがあるわけですよ。ほらおみこし日本にも神様のおみこし担ぐでしょ。だからそういう人間がこのおみこしになって、本当皆さんこう練り歩くっていうかね、本当遠くの人にも出会えるでしょ。でそれにこう聖者の行進で、その聖者の歩いたとことかね、インドの人はその砂までも集めてね、それで自分のところに持ってったりするんですよ。まあそういうふうに聖者のこうエネルギーを感じてね、まあ聖者もいろいろレベルがあるんですけれども、クンムメラっていうね、聖者の集い、見本市みたいなのがあるんですね。でそう4年に一遍あるんですよ。こうインドのいろいろなところのこう聖地にね、でそこにインド中の聖者1億人もいらっしゃる。まあ日本の人口くらいで、みんな悟りを目指して、だからもちろん在家の人もね、本当にこう成功したいためにこうブレッシングをいただいてね、神様を信じてね、でそういうブレッシングをいただいて守られながら自分の才能を開花させていく。でその聖者はもう全部ね、まあ、そういうものを出家されてね、で神様に出会いたいっていうのを一番の目標にして修行していくんですね。まあ、そういうカルチャーがもうブッダが生まれる前から5000年の昔からあるんですよ。で私もそのインドのカルチャーにのっとって、そして私はこう外人なのでね、もう一気にいろいろななんていうの、恐れを知らないっていうかダーッともう悟りの道へ入ったのかなって思いますけど、インドの人はね、そんなのとてもじゃないけどってどっかブレーキかかってるんだと。で私はできるなんてちょっと傲慢にもこう
恐れを知らないでねヒマラヤの奥地に行って究極のサマディその真理に出会ったんですね。だからみんながすごくその外人の女性で歴史上初めてだっていう、それでこうすごくみんなに愛されて、それ何でもこうやってくださるのね、だからインド行った方がすごく心地がいいんですけどね。あの映像を見たら、はい、もう素晴らしい存在なんだなっていうのがよくわかりまして、やっぱり本当に横田に触れているインドの方が本当に幸せそうな、これぞ祝福を受けたっていう顔なんだろうなっていうのをされてましたから、そうなんです。何の疑いもないから綺麗な顔でねハッピーな状態で お互いがねすごくみんないっぱいいただいていいと思いますよね。だから素直な気持ちっていうのはすごく得をしますよね。これインドの方はもう横田が大変な大スター、素晴らしい方だって分かってますけど、日本人もきちんとこうその心があればそうですよ、整えられるということですね。そうですね。で今その啓蒙をさせていただいて、日本人の場合はね修行してくださいっていうことで修行して自分が少しずつ変わるとね、そうやってまたブレッシングもいただけてね、どんどんみんなね輝いてね幸せになってってるんですね。もともと日本もね仏教がこう来てね、仏様とかも信頼してるし、そういうね仏さんを拝んでたりね、仏さんのこう座ってる姿ね、瞑想の状態で座ってますよね。でそういうとこからこうなんかパワーいただいているっていうかね、だから瞑想っていうのはその心を超えてね神と一体になるっていうそういう営みなんですね。だから私たちがそういう状態にちょっとでも生活の中でね、入れていくとね、それをすごく神様の祝福をいただいて、それ生きたマスターにつながるとさらにね、本当にそのエネルギーが仏像につながるだけでなくて、こう生きたマスターからのブレッシングっていうのはねすごいですから、だからインドの人私が行ったらわーってたくさんおいでになるんですよね。日本もそういうふうに皆さんぜひ私を活用していただけたらなって、このビデオを見てもね何か感じていただけるかもしれないんで、やはりみんなね自分の心にこう振り回されてるからね、希望を見出してね、ヒマラヤの聖者は、希望を与えますのでね、あなたの中に素晴らしさがあるし、あなたは平和だし愛があるのでね、で私に平和と愛を感じていただいて、それでこうチューニングをするとね何か感じられるとすごくね光を感じて希望を感じられるんじゃないかと思いますね。皆さんの幸せをお祈りしてます。